こんばんは、はるです。今回は最新版のミッドフィルダーティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。で、今回ですね、フッティーズの選手たちを新しく追加を、しました。じゃあそれでは、早速紹介をしていきます。こちらが最新版のミッドフィルダーのティアリストになります。D だったり C に新しく追加した選手はいないという風な形になります。そして B と C の間にいるのがですね、ルールブレーカーチアゴですね。チアゴ、前回のティアリストから少しここに下げたという風な形になります。で、そして B ですね。B に新しく追加した選手はですね、フッティーズのジェドソン・フェルナンデスですね。ジェドソン・フェルナンデス。チーム1で多分一番値段がね、安い選手ではあるんですけれども、コスパはいいというふうに思いますね。全然悪くはないし、使いやすい選手ですね。敏捷性も高くって、ボディタイプもリーンということで、中盤の中では、軽い選手かなというふうに思います。ですけど、理不尽な強さっていうのはあまり感じない、選手ですね。やっぱり A 以上の現環境でもその A 以上にいる選手たちと比べると、ちょっとあまり特徴っていうのは発揮できないかなっていうふうには、思いますね。フッティーズで4号にもなりましたし、さらに能力もね、高くなったので、悪くはないんですけれども、ちょっと今回はこの B ランクというふうなことにしてます。で、そして A と B の間にいるのがですね、T 予定の隣ですね、隣も前回と少し下げたと、前回から少し下げたという風な形になってます。で、そして A ですね。A に関してはですね、新しく追加した選手、フッティーズのベナセル、そして目標で来てます、フッティーズのロドリ、この2名を入れました。ベナセルチーム1でね、来た選手で、非常にこの選手も軽い、キャラクターの選手でですね、軽いからこそやっぱ前線に上げたかった選手なんですけども、フッティーズになる前は、やっぱりシュート能力とかもそこまで高くはなかったりは、したので、なかなか上げきれなかったんですけれども、フッティーズで4-4にも、なって、あとは若干シュート能力も高く、なったので、全然上げれる、レベルの選手にはなりましたね。でもやっぱシュートに関してはまだまだちょっとあまり入らないというか、他にももうちょっと入る選手いるよねっていう感じなんで、どうしてもまだ守備的な選手として扱うのがいいかなというふうに思いますね。こういったインターセプトがね、結構うまい、自分が使った時は印象があって、本当にね、なんかしっかり取ってくれた、選手で、AI もね、賢いんで、結構ね、使いやすい、選手にはなりますね。ボール取った後もね、しっかりつなげる、パス能力っていうのもあるので、基本的には全然悪くない強い選手になりますね。で、そして、フッティーズのロドリですね。ロドリ目標で、今ゲットできるんですけれども、またね、ベナセルとはちょっと違ったタイプというか、同じ守備的ボランチなんですけれども、ロドリはやっぱりがっつり、してる選手で、本当フィジカルで負けないみたいな、ガチムチの選手、カゼミロタイプとかビエラみたいな、タイプの選手ですね。パスはね、この人も上手いんで、しっかり取った後にすぐパス出すっていうのが一番いいと思います。ベナセルはね、まだそこで、なんか、細かいタッチで相手を剥がしたりとかできるんですけど、ロドリはちょっとそれしにくい、タイプの選手で、どうしても重みっていうのは、多少なりともある選手にはなるので、取った後、やっぱり早めに、パスを出して、周りに任せるというか、そういう風な使い方が一番ロドリの悪さが出ない、かなという風に思いますね。あとはペースがね、90以上になったっていうのも非常に、素晴らしい、ですし、ワンチャンセンターバックも、ありかなっていう風にも思ったりは、しますね。守備力は高い選手にはなりますし、基本的にはこの選手も、目標で取れるレベルの選手ではない、ですし、普通に強い、そんな選手になりますね。で、そして S と A の間にいるのがですね、シェイプシフターズのロリス、そしてフッティーズのシャキリと、この2人を入れました。特に新しい選手のシャキリですね。シャキリに関してはね、自分はね、結構いいんですよ。結構使用感が良かった選手で、一番上のね、S にしようかどうか、迷った、してもいいかなと思うぐらいの選手だったんですけど、一般的に考えて、決定力が、
ないというか、決めきってくれないなって、多分人によっては思う、選手かと思ったんで、ちょっとここの間に、しました。自分はね、別にそんなにですけど、でも確かに、それ入らんかっていうシーンもなくはないですよ、やっぱり。もちろん冷静さ98かな、なんかめっちゃ高くって、あとはシュート能力、シュート決定力はないけど、シュート力がね、乾燥してるんで、しっかり決めきってはくれる時はあるんですけれども、やっぱり、まあ、もうちょっと決めてほしいなっていう思う場面もあるんで、それが多分人によっては、結構思ったりは、してしまうかなというふうに思ったんで、ちょっとここの間ですね。他はね、マジで完璧です。もちろん55ですし、スピードも速くって、ドリブルもめちゃくちゃ軽い、選手になるんで、ほんとメッシがなんか55になったみたいな。メッシが55になって、ちょっとシュート能力が低くなったみたいな感じで思ってもらえたらいいと思うんで、まあそれぐらい使用感がいい選手、ではあるんですけど、その決定力という部分で多分人によっては、ちょっと残念やなって思う人もいるかなと思ったんで、ここの間に、しました。そして一番上のランク S ですね。フッティーズのロイス、そしてフッティーズヒーローのヤヤトゥーレ、そしてフッティーズのケシエを、新しく追加しました。まあロイスに関してはですね、非常に強くですね、フッティーズで55になった選手に、なりますね。まあスキルも逆足も上がったということは非常に素晴らしいですし、あとは保険としてのね、フィジカルも持ってるということが、素晴らしいと思います。そんなになんかすぐに負けない、フィジカル負けをしないという選手ですね。あとはやっぱりね、逆足号はでかくって、シュートもしっかり決めきって、くれます。決定力は高い、選手ですね。やっぱりそういう選手が周りとコンビネーションするっていうだけじゃなくって、自分でもいけるスキルがね、あるというのも本当に素晴らしいです。ペースも速いし、裏抜けもできる選手になるので、中盤っていうだけではなくて、ST とかでも全然自分はありかなっていうふうに思います。横にいるベリンガムとね、同様に、ドルトムントで、まだ今作は組めるので、なかなかブンデススカットじゃないと組めない、選手にはなるかと思うんですけれども、非常に強い、選手になりますね。で、そしてフッティーズヒーローのヤヤトゥーレですね。ヤヤトゥーレ。ヤヤトゥーレ言わずもがなかなと思いますね。今作非常に強い、中盤の一人でですね、一気に90のトロフィータイタンから能力が上がりましたね。めちゃくちゃ強くなりました。特に守備面に関しては、もちろん能力以上に、強さを感じていた選手なんですけれども、そこにしっかり能力も伴って、もう完全無欠の、選手になりましたね。本当にシュートもめっちゃ高確率で決めてくれる選手になるんで、でかい、そして速い、選手、足も伸びて守備力もしっかり高い、フィジカルでも負けない、そんな選手が、逆足でも打てる逆号をゲットして、主導力もさらに高まったと。選手になるんで、本当に何でもできる、そんな選手になりますね。もう本当にめちゃくちゃ強い、中盤の選手ですね。でそして、ケシエ、フッティーズのケシエですね。個人的にはめちゃくちゃ絶賛をしてる、中盤の選手にはなるんですけれども、やっぱりフィジカルで負けないですね。守備力っていうのは非常に高くって、足も出してくれますし、インターセプトもしっかりしてくれる、そしてスピードも速いという選手ですね。ドリブルに関してはね、ちょっと重たいです。もちろんカンテとか、レナとデヨング、あたりに比べると、やっぱり取った後の重さだったりとか、ボール持った時の重さっていうのはもちろんあるんですけれども、それでもだいぶ改善をされた方だと思います。ケシエ、前のケシエと比べたらというか、なんで結構自分は最後まで使える、中盤の選手には全然普通になると思いますし、守備的で使っても、あと攻撃的な選手で使っても全然ありかなっていう風に思いますね。パスもうまいし、シュートもね、ある程度打てるんで、万能な、選手。あとやっぱプレミアムということもね、あるんで、ラリーガじゃなくても組み込めるという風な部分も結構ありがたいかなという風に思うので、ちょっと個人的にはかなり強い、中盤の選手になります。
という感じで、これが最新版のミッドフィルダーのティアリストになります。もちろんね、ここに入れきれなかった選手、多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。